岩の戦士。ブースター3で登場した、地属性、岩石属の下級モンスター。ボリューム1からブースター3まで登場した、岩石属の下級モンスターの中では、最大の攻撃力が自慢だったが、一つ前のボリューム3に登場した、岩石の巨兵は、同じ攻撃力、高い防御力、さらに、主人公の使用カードと、強さも知名度も比較にならないため、このカードは、無名の岩石族として埋もれてしまった。〇〇の戦士と表記されたカードは多く、岩石族に所属するモンスターだけでも、磁石の戦士と呼ばれる、マグネットウォリアー、アルファ、ベータ、ガンマ、デルタ、イプシロン。アルファ、ベータ、ガンマが合体した、磁石の戦士、マグネットバルキリオン。効果モンスターとなった、エレクトロマグネットウォリアーアルファ、エレクトロマグネットウォリアーベータ、エレクトロマグネットウォリアーガンマ。電磁石の戦士3体を、除外して特殊召喚できる、電磁石の戦士、マグネットベルセリオン。癒しの戦士と説明されている、ジェムナイトラピスがおり、その他にも、名前やテキストで確認することができる、〇〇の戦士が数多く登場している。石剣とは、縄文時代から弥生時代に出現した、石製の遺物、及び武器のこと。縄文時代のものと、弥生時代のものがあり、形状は似ているが、異なる遺物とされ、縄文時代中期のものは、大陸からもたらされた、青銅製の闘スをもとに、石棒を、砂や、他の石と擦り合わせて製作された、剣の形をした祭祀具と考えられており、縄文時代の後期には、それらは、より小型で扁平なものとなるが、到底切れるという代物ではなく、叩く武器としては小さい、あんな重いものを振り回すわけにはいかない、と言われ、考古学研究者の中では、実用的な武器ではなかった、との見解で一致している。それに対して、弥生時代の魔製石剣は、紀元前5世紀頃に、遼東半島や、朝鮮半島から持ち込まれたと言われており、北部九州から、近畿地方まで広く分布し、紀元前3世紀には、魔製石剣を参考に、打製石剣が製作され、打製石剣は、瀬戸内海地方から東海地方まで広がり、特に、近畿地方の、二条山産のサヌカイトで作られたものは、30センチを超える大型のものも製作され、同じように作られた石属とともに、実用の武器と考えられているが、同じ時期に普及し始める、青銅製や鉄製の武器には勝てず、実戦武器の主流から外れ、消滅してしまった。ゲーム作品、デュエルモンスターズ4では、パスワードを入力することで戦える、ゴンブ取り遊戯が、サンドイッチの融合素材としているが、9割が女性モンスターのデッキの中で、唯一の男性モンスターとして、攻略本で紹介されており、カードと違い、アイコンが可愛い。海外版未発売のカードだが、ゲーム作品の英語名は、ミノムシウォリアー。ミノムシ戦士だった。